どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。玄関タイルの一部をこんにゃくするガガパパパパピッ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 パもういい、これでいく。だからもうこの辺にさ、今日写真撮影休んじゃった人みたいな感じでさあやって出していてほしい。さやさんは今日お休みです。今日は欠席です。今日は欠席です。ということで今回ですね、こちらでございます。何て書いてあるでしょうか。これたこ焼きを焼く人焼き。最後にもほどかないこの顔よ。お前だけが焼くと思うなよっていう、たこ焼きだってそれのチャンスをね、今か今かと狙っているからね、気をつけた方がいい。たこ焼きをなりわいにしてる方はい、ということで今回こちらです。手作りね、思ったんだけどさ、そこの部分に線を引くことによって急にカットされた感が出るなと思ってこれね、嫌だね、なんかそう手作るんですか。作りません、はい、今回やっていく企画はこちら。なぜか今海外で炎上している画材ショップで爆買い。怖い、どういうことまあなんか炎上してるっていう、どの程度なのかっていう肌感は、はい、その我々には測りかねるというか、ちょっとその言語の壁があるので、僕も正確にね把握してるわけではないんですけど、違うんですよ。炎上してるから僕たち買ったわけじゃなくて、買った後になんか炎上してたんですよこれ本当にこれマジなんですよ。1ヶ月後ぐらいかな。でそもそも、そう届くのが1ヶ月ぐらいかかるの、で1ヶ月ぐらいかかって届いて、しかも夏目さんちょっとその時期がちょっと動画を撮れない時期で、あんまり。そうね、でさらにそこから2ヶ月ぐらい寝かせて、じゃあちょっとこれを撮るからこのサイトについてもう一回ちょっと調べるかって調べたら、あれなんでみたいなそもそもどこで買い物したかって話なんですけど、世界中のクリエイターが自分で作ったものとか、なんか画材とかを販売できるオンラインマーケットプレイス、エツィっていうところなんですけど、基本的にはメーカーとかじゃなくてもう本当に個人が出していくみたいな、日本でいうとミンネとかクリーマとかお世話になっております。あれに近い。我々すんごいお世話になってるじゃん。そうだね。だから日本でもこういうので流行ってるんだけど、じゃあ何がエツィがちょっと燃えていたかというと、どうしてアート作品そのものを販売できるんだけど、そもそもエツィ自体が AI アート販売を AI ですという明示をした上でプロンプトを記載すれば販売していいという規約があったんですよ。で、そこもそもそも物議だと思うんだけど、1点ね。さらに問題がその AI アートだということを記載せずに、要はルールを守らずに AI アートを普通に作った作品ですって言ってアート作品を販売している人が結構増えて、でそれに対してそのエツィ自体が対応しきれなかったとか、ちょっとそこがごちゃついてユーザーの不満がちょうどこうなんかわわわわってなったのを前に買ってたっていう経緯です。なんで別になんかこの問題を取り上げようという気は僕たちはないんですけど、そうですね。そうちょっと今回はそこではなく普通にハンドメイドのめっちゃワクワクする画材を買ったっていう動画なんですよ。ごめんなさいね、なんかねちょっとなんか歯切れの悪いスタートなんですけど、ということで今回たくさん買いました。また買いすぎたんですね。いいね、やっぱね、新しい。しかもだってハンドメイドの画材でしょ。今回 1,2,3,4,5 点買ったんですよね。ちょっとただどれがどれかもう分かってないので1個ずつ紹介します。見て、1個目これサンキュー。本当にこれだからハンドメイド。あとさ、今届いて思ったんだけど、これ日本に頼むの申し訳なくないかってすごい思った。どういうこと？要はこれ個人の人がさ、日本に送ってくれてるっていうわけじゃん。だから個人の方から輸入してると思うと途端に申し訳なくなるぐらいのこの、配送準備とかがさ苦手な人種からしたらさするとね、いやよく送ってくれてるなと思うんだけど、でもね国外配送も、受けてるっていうサイトなので、てかできない人はできないって書いてあるの。国外輸送は承っておりませんっていう人もいたり、出品者によってそれは違うっていう感じですね。まず一つ目はこちら。うわちっちゃ。ちっちゃ。ちっちゃ。うわなんか紙のさサンプルかと思ったら違うわ、これ絵の具だ。これ自体も絵の具なんだ。タコさんが持ってるみたいになってるけどはい、こっちはちゃんとなんか絵の具のこうパンっていうの、このちっちゃい箱に入ってるけど、これすごいなね。これもう画用紙の上で練ったやつをそのまま切って送ってくれてる感じかも。すごい、マジでハンドメイドだね。これまず水を加えて30秒から60秒間放置します。渦巻き
をすると完成です。あ、ぐるぐるしてってこと、ぐるぐるね。かわいい。フレークのある色は時間がかかります。 1,2 分ね。これ防腐剤がないから完全に乾燥させてから保管してくれっていうやつ、ね、あー、うん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 、はい、いやこれがまず1つ目ですね。どうする1個ずつ試してってみるというわけで、はい、はがきサイズのホワイトワトソン、まず一旦テストをしてみてその後やっていきますか、ね、じゃあゲンさん青ね。はい、行きましょうか。水を加えて放置します。はい、放置します。行ってみましょう。行きますか。行きます。よし、ちょっとやってみましょう。いざ。すげえ。すごーえ、めっちゃキラキラなんだけど。合ってる？わあ、これ伝わるかしら。すごいですこれ。めっちゃキラキラ。マジでキラキラ。もう金箔入ってる。あ、面白いねこれ。しかも色もすごいいい。うん。これ使いたい。使う今から。使っていいんですか？今日そういう動画だ。あよかったね。よかった。今日そういう動画ですよ、さやさん。濃いめに出してもいいし、にじませてもいい。しかもなんかこうちょっと分離絵の具っぽいから、色の浅さのところとさ、濃いところで少し雰囲気が変わるのがギュッとですね。めっちゃいいかもこの画材。ね。キラッキラ。これもちょっと見てほしい。ちょっと待ってね。こういう感じ。待って、これめちゃくちゃいいな。ね。こっちの色もすごいよ、ほら。すごい。それやば。そう、こっちすごいんだよ。すごいけど何書いてんの？これはクソコブラックなんですね。クソコブラック。はい。ということで1個目こんな感じですね。はい、これがね、古代の森っていうあれですね。あ、これ、おまけだ。こっちだ。こっちを買って、そう、こっちを買ったらこっちがおまけについてくれたんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなサービスまでついて、はい、じゃあ一旦こちら ねこんな感じです。で次です。はい、次が、はい、じゃん。はい、じゃん。こちらまた可愛い袋に入ってますけど、こちらでもなんかさ、おそらくこれさっきと同じ感じじゃない？多分こっちがメインで、こっちおまけなんじゃないかな。だってフリーギフトって書いてある。ほら、そういうことだ。ね、なんかこんなそういう文化でありがとうございます。ね、素敵。待って、でもこれさ、どうしたらいいんだろう。これやっぱさ、絵の具入れるケースが必要なんだな。あ、そうだね。このパンっていうの。これ、このケースみたいな。わあ、何それ？何これ何これ？恐竜の卵やん。なんだこれ？すごいの出てきたな、また。すごい。水を1滴加える。絵の具が活性化するまで2分から5分待つ。町が発生している。じゃあちょっとこれを準備してる間にもう一個開けますか。あ、そうだね。こちら。何？はい、こちらも。アートセオリー。これなんでしょうね。ね、もうさ、買ってからさ、時間が経ちすぎててさ、買ったものも忘れてるしさ、サイトも炎上してるしでさ、時の流れを感じますね。金と銀っぽいね。わあ。すごい楽しいこのメタリック。ちょっとじゃあいけますかこれ。じゃあ私銀でいく？はい、銀お願いします。はい、ということでこちらもいくぜ。なんかさ、もうこれオーロラなんだけど。待ってすごい。うわー、すごい。それ見て。めっちゃ綺麗。見て。うわ、すごいな。水の中で流動してる。すでに1個前のやつと結構相性がいいんじゃないこれ。すごい。待って、やばい。すごくない？マジで。楽しすぎるこれ。見て、ほら。わかる？あ、見えないね。ほら、見て。さ、もうなんかこういう企画になると途端に俺たちなんかあれだよな、小学生みたいになるね。見てってキラキラ絵の具ってさ、一生楽しいんだよな。なんなんだろうね、このロマンだよね。やっぱ人間って借り物好きなんだろうね。ね、だから金にさ狂うのもしょうがないよね。まああるよね。キラキラ系の画材の中で言うと一番キラってない？これさ、ハンドメイドだからかな。派手。要はさ、ハンドメイドでコストとかを度外視してるわけじゃん。そうだね。まあ言ってしまえばちょっと高いんだよね。これ2個で1800円。お高い。結構高いんだよだから。ね、いい意味でトゲのあるキラキラって感じする。いや、わかる。なんか目立ってくれるじゃん。そう、レビューうま。見て。かっこいい。すごい、白飛びしてる。白飛びすごい。光が光りすぎてる。光りすぎて白飛びしてる。こんな感じ。すごい。これ横顔描いてみたんだけど。っていうかさっきのと本当に相性がいいね。めちゃくちゃ美しいね。すごい。やばい、これバカ楽しいこれ。これすごいな。じゃあちょっと待って、そろそろこいついけるんじゃないですか。確かに。これしかもこっちのこのこれの商品色名ノーザンライツなのめっちゃかっこいいんだけど。ノーザンライツ、これ使えるのこれ。行きたい。ちょっとまだ行かないで。ちょっと待って、行きますよ。一緒に行こう。すごいよマジで。行くよ。せーの。おほー。うわー、もっと粗いよ。もっと粗い。すごい。ザラザラ。なんていうか、どの色にとも合わせられるから。そうだね。上にだから普通の絵を描いた後に上に乗せてフレーク感出すみたいな。そういう感じかも。楽しい。これなんかさ、サンプルでこれについてきてたやつだよね。そうだ。でもなんかこれそれで言うとこれはなんかちょっとマットな銀かもしれない。
これいっちゃん好きかもしれない。これもいいね。すごい。待って更新していくんだけど凄さを。はい見てください。ここの今もう多分分かると思う。このさこれ目のところこことかもあ上からやってこんなに乗る、すごい。はい、一旦こんな感じで今1個ですね。はいはい。で次が、はい、ちょっと大きいんですよこれ。あ、でかい。でかめの箱で。なんかすごい大層な袋に入ってるんだけど、すごいのに来てる。なんかすげえなんかさ、高級感すんご。宝石とか買った時にさ一緒についてくる袋の感じで入ってる、一応テストするためのあ、本当だ。紙もついてきてますね。これね、ここに入ってるやつ、はい。うわおーでもまずわあ、こっすごい。ちもギラギラ。でもなんか一番なんか高級感あるものに入ってるね。なんかね、はい、これも多分キラキラ絵の具ですね。俺キラキラ絵の具しか買ってんですよ今回。カラスなんかもしれない。きらめきに目がくらんででもすごいなんかほらね、宝石みたい。ジュエリーボックスみたいな、うん、でこれがそれ何？ここに水を入れてあ、スポイトだ。垂らすやつ、素敵手厚い。これすごくない？水を入れてきました。じゃじゃーん。いきまーす。いきまーす。うわー、渋い。これ最初のやつに結構近いかも。あ、でもなんか最初のと比べてさ、粒が大きいのが入ってる。なんかジャラジャラ感があるね。ジャリッとしてるというか。そう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 。ケイさんはそんなかっこいい絵を描いてるのになぜ私は松を描いているのだ。でもいい、なんかいい森の中っていうかさ、いい風景だ。じゃじゃーん、キラキラの松茸ができましたよ、皆さん。で見てこれね、適当に置くでしょ、こうやって、置いた後に水を持ってニューンって伸ばすとほらさらわれてる。いやー、やめてーへっへっへ子供がいるのーってやりづら急にやりづら。はいちょっと描いてみました。めっちゃかっこいい。混ぜた時の色もいいよね。いやそうなんだよね。相性がもうさ、こうセットで作ってるからかもしれないんだけど、相性がめちゃくちゃ良くて。はいということで一旦今、はい、こんな感じね。まあこんな感じじゃあさやさん次でちゃんと絵描くんで、皆さん安心してください。僕こんなんですけど。ごめん、松茸と松茸とコブだらけラクダがそこブラクダしかないよ。はいここまで行きましたが、はい、まだもう一個あるんですよ。まだあるの？そうまだ買ったやつがあって、これ一番謎なんです。見て、怖い。これね、なんかねモナリザのすごいパッケージで缶に入ってて、開けるとね、じゃん、わー、すごい大量のすごいこの手作り絵の具みたいなやつが、なんか絵画ラベルにこうついて、これ多分くっつけるのかな。ちょっと一個どれか開けてみる？じゃあそれゴッホ。私じゃあゴッホ開けるわ。じゃあ僕モナリザ開けるか。全部キラキラしてないこれ？そんなことない。いやこれもキラキラはいやおいおいキラキラ絵の具ばっかかよ、最高じゃねえか。これゴッホ。これさ一応あれなのかな、絵画のやつがこのイメージされてる色味なのかもしれない、かな。こっちはこれもキラキラなんだけど、なんかちょっと美味しそう。これちょっとじゃあ1個2個試してみますか。ね。待ってこれ待って、同じパッ YouTube あ、いやまずい芸術だからまずいはい、とりあえず今ちょっといくつか出してみました。はい、じゃあ僕これ出してみました。それなんかタイルみたいになってる。そう意味わかんないの。というわけでほら見て、はい、ゴッホの絵同じ絵なんだけど、中から出てくるのはちょっとお菓子みたいで美味しそうなやつと。いやそうこれうまそう。パーリナイすごいこれすごない？やばすぎるこれね。そしてなんかこのゴッホはすごいなんかシックな夜って感じ、おしゃれな夜。ちょっとこれさ、使ってみますか。いろいろやってみようか。あ、もうラメって感じラメですこれって感じ。すごいこれ楽しいね。モナリザパッケージ当たりかも。見て。嘘。みんなに見えない。全然手ちぎってかっこよ。めっちゃいい。それもちょっと光ってる。ラメしてるわ、でもその控えめラメだから使いすぎても大丈夫って感じかも。このでっかいタイルみたいなやつはさ、どうなってくんだろう。みんなさやさん見えないよって思ったでしょ。見えないんだよ、塗っても。これパールだからキラキラ専用か、要は。そう多分こう上とかに塗ったりとか、混ぜたりとかして使うとすごいキラキラするやつ。見てほら、みんないるのわかる？これ頑張ってみんなが頑張って画面さ傾けたりしてちょっと見てみてほしいこれ傾けてキラキラしたら怖いよな。本当だ。ほらめっちゃパールだ。それインビジブルーマかけてさそう、これ書いてる途中にこれインビジブルーマ書けばよかったって思って反省しちゃった。反省しちゃった。どう？
かっこいい。面白い。でもゲンさんこれでちょっと水彩なんか僕思ったんだけど、もう一層、もう全部このキラキラ絵の具でやっていくみたいなこういうスタイルって楽しいよね。よし、じゃあちょっと下書きもせずなんかただただ楽しく遊んだんですけど、まああとここからちょっとまた1時間ぐらい遊びますか。あ、そうだね。せっかくだからこういろんなの使って書きたいわ。そうそう、1個ずつぐらいしか今使ってないんで、とにかく今ハマったやつでちょっと1個やっていきますか。やっていきましょう。よし、じゃあ書いていきましょう。はい。さあということで仕上げてまいります。はい、もういろいろ使ってやっていこうかなと思うんですけど、とりあえずまあ下書きをしていきつつ、何を使うかっていうのがもう全部キラキラなので。いやそうなんだよね、すごいびっくりするぐらい全部キラキラで、本当にキラキラですごいなんかまあ見てて皆さんも分かると思うんですけど、本当にすごい、こんなにギラギラする絵の具あるんだぐらいの。まああんまりねそういうの買ってなかったっていうのもあるかもしれないですけど、これすごいですよ、この手作り感ね。絵師の海賊王が残した宝箱ってこんな感じなんだろうなってはい、ということでやっております。こちらはね、この画面だとわからないんですけど、これね鈍い光を放つんです。これもでもなんかさ、こうちょっと真ん中の溜まってる部分とかはなんかそういうなんか素材がありそうだなって感じはする。まあ、ということで書いてるのは、まあ、何かこう力を発そうとしているセーラー服の女の子ですね。何か力を発そう、何か別に何の力かは分からないんですけど何の説明にもなってなくておもろいとりあえずもうざっくり色から乗せていくかということで、もうそこにあるやつとりあえずギラギラのやつを全部乗せるからっていう感じでやったんで、非常に節操な絵になってますねこれ。でもこうやって画面で見るとさ、なんかこう本当はこれ水彩画じゃないですか、だけどなんかさすごい厚塗りに見えるね。まあ確かに、でこれちょっとあとは一旦これ全体に今回のこのキラキラのエツィの型画材あったので、ペン入れをとりあえずしまくって、一旦輪郭は取ってます。コピックとか使ってる。意外と他の画材で、他の場所はやってたんだけど、こことかはねエツィの画材にして、全然気づいてなかった。いやもう全然コピックとか使ってますよ。夢中だったんだね私そうなんか最近いろんな画材組み合わせても、もうなんかしっちゃかめっちゃかに使ってますね、いろいろ。確かに、なかなかでもさ水彩絵の具にさコピックを加えるってさあんまりしない発想だから、ちょっとこれは見てて面白いね。そうなんだ、あんまり僕そのデジタルってだってそういう考えじゃない。デジタルっていろんなブラシがあって、それぞれ使っていくみたいな感じだから。でもさアナログってさだって別の棚にあるとか、確かに一緒ですよ。いやそうアナログってさなんかこうピッて開いたらさファンってブラシが出てくる。はい、でそして最後目を消して金を乗せて完成ですが、どこ行っちゃう。どこ行くのそしてそしてさやさんさやぴなたん、はい、すっごいなんかいろいろ悩みに悩んで、ほらなんか本当だめっちゃ変わるよ多分。なんかさ完成のやつと全然違うの描いてるね。なんか一瞬帽子あったよね。帽子かぶってるね。もともと帽子かぶってたんだ。そうなんかこの時描きたいものが長髪のなんか長髪男子ぐらいしか決まってなくて、なるほど。でなんかこう資料見ながらねこう試合描いてるんですけど、なんかごめんね本当は全然ノーエッツイでごめんね本当。すごい鉛筆のターン悩みに悩みすぎて、鉛筆のターン長すぎる。確かに結構長いどうしようみたいな。いやそうさやさんだって悩むんだよ人間だからやっぱり。そうだね。温かいさやさんだからって思わないけど。さやさん悩みしかしないけど。やめてそうやって近しい人間からそういうコメントを暴露がはいお待たせしました。ペン入れてますね。ね。ちょっと書き方がさゲンさんと全然違くて面白いね。確かにゲンさんもう塗ってたもんね。いやじゃあだから僕は僕で固執してるんだけど、あんまり水彩とか使う時にペン入れをしないっていう思い込みがある。だからなんかアナログで書くとそうなっちゃうのかも。そういうね。でもいいね。もう早速使ってますね。そうだね。で結構さやこれだけ？そうだよ。実はね私もね本当に今回買ったキラキラ画材しか使ってないので。そうだね。そうパッと見なんかさこういう画面で見るとこう肌の部分あったこんな色って思ったけどね。そういやなんかおまけでついてきてた、なんかね茶色薄もなんか橙みたいなやつが入ってるのを極限に薄くして、肌に塗ったりとかして。なのでそうちゃんとね髪を傾けたりすると、いやそうなんですよ。だからこれちょっと完成後のね見てほしいんですけど、多分傾けるシーンもあるんだけどさ、やっぱ光ってるよね。いやそうてか尋常じゃないぐらいギラギラしてるね。まんべんなく光ってるし、そうなんですよ。なんならスキャンするときにスキャナーがギラギラになっちゃって、そうスキャナーにいっぱいついちゃった。定着しきってないキラキラがついて。いやそうなんだよ
いやでもこれもやっぱりね原画を見ないとね分かりづらいにはなってしまったんですけど、そうなんだよさあということで、はい最後背景をねさやが塗ってはい完成。そうキラキラ系男子物理。はいということで終わりました。終わったー。まあ、だいたい2時間ぐらいうん好き放題書いてたんですが、はいこちらですせーのドーン。わすごいよねーギラギラ全部キラキラ画材で描いた。やばい。もう今回だから節操なく書きましたよ。そうあれさ本当にそれだけか。そうもうここにあるやつと、あとなんかちょっとだけピンクのアクリルマーカーみたいなやつ、とホワイトか。そそれ以外はでもあと全部キラキラ画材。すげえ。もうなんかアクセントとかじゃないもん。アクセントじゃないもう全部逆セントだから、あそうそう肌も肌もしてるか。これそうだよねこれだよね。そうでもなんかねいいですこの一緒についてきたこの茶色それなんかこれキラキラじゃなくてマットだったね。そうこれマット系のやつだったので、それを結構肌の影色に使ってるから、おお。ね、なんかさキラキラのさ、はいこういう、うんなんかたまり場みたいなこのたまり感ってやっぱこういいねキラキラ画材にしか出ないよね。予想外の。うん水の動きみたいな。ゲンさんのもすごいね。僕のはもうね。ギラギラ僕のもう全部そうだよ。ほぼ。うんこのベタとかだけは違う。ベタとかねこうハイライトとか入れてるのは違うけど、うんうんもうんうそれ以外はもう全部これほら。ねほらとんでもないことになってこれ。私はなんかキラキラなんか光って感じだけど、ゲンさんはなんか異能力感がまあ確かによりそういうなんか強まってる。ジュルジュル感をね恐ろしいキラキラ感。すごいよこれ。これはなんかもうね、うんあれですよ。今まさに追い込まれた瞬間の時に出るやつですね。これなんかこの辺がさ、そうこれがねこれおまけ絵の具だよ。てかこのおまけ絵の具めってちゃかおまけ絵の具結構優秀じゃない？ MVP だったまである。うんそれだそれだ。もうもう2人によって使われすぎてもうぺっちゃんこになってる、おまけだったからあんまり量もないからね。いや面白かった。なんかもう2時間しか書いてないのにさ画面の情報量すごい。いやすごいよ。でもまああと一つ言えるのは、うん多分アクセントにしといた方がいい。うん逆セントです、ね。逆セントですね。でもアクセントにしか使っちゃいけないという決まりなんかないのでそうそうそう。かなりこれはこれでこれはこれで楽しいよ。楽しいね。原画でこれも見てほしいな。確かに原画見たら分かるこのキラキラ感、こう近くで見るとよく分かるんだけどこう角度つけるとほら、そうそう。ほらここチラこれチラチラキ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 ラっていう感じで。いやでもそうインパクト強いこの金さ、うんいいわ。そう私もこの辺使ったんだけど、なんか普段僕が使ってる金色のペンがあるんですけどてかねこれ全然話変わるんだけどさこの金色のペンが多分なんだけど、今売ってなくてあら、困ってるところだから今、こいついいなとは思ってる、ちょっことの子にただねこいつのがちょっとドロッと感が強いんだから、うんうんこれ欲しいんだけどこれちょっと在庫見かけた方いたら教えてください。すごいな急に呼びかけた。これです。あと私に的 MVP これ。こいつこれもすごかったね。この辺にこうそれもそれか。散ってるやつが全部それいいな。ちょっとずるいなそれ。そう散らせたこう筆につけてパン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 って俺も散らしていい？トントンしたんだけど。どうやってやんのそれ。うるさくなったわ。確かに。さらにうるさくなったわ。さらにギラギラ感が増した。ということでなんかねいろいろと物議は醸している状況が続くエツィですが、実際出品してらっしゃる方の絵の具たちはもう大変素晴らしいものめちゃくちゃ良かった、素晴らしかったです、そしてハンドメイドでこう、小ロットじゃなきゃ実現できないってこういう感じなんだなっていうのもなんか。いや多分そう思うこれをじゃあ量産して安価で提供していくって多分今の状況難しいんじゃないかなって思う。むずいんだろうなと思う。キラキラした画材ってそもそもさ、みんなが買うものではないからやっぱちょっと高価なものにはなるけど、ちょっと一回はチャレンジしてもらいたいな。これはまたしばらく先日の隕石インクたちと同様。そうだね。これちょっとあれですね、レギュラー入りですね。そうだね。なんかと思ったんだけど、ここの目とこのオレンジの部分に前のヤバオレンジ入れたらどうなると思う？確かにゲンさんがもう化学反応試しに。もう画材の森に旅立ってしまった。ほらこいつ眩しい眩しい。こいつ眩しいな。かっこいい。全然目の印象変わった、いやなんかやっぱ過去のこうとんでも画材たちってさ、遊ぶのすごい楽しいよね。いややっぱりね個性が強いからね、じゃあなんかさこれをなんかの仕事の絵の時に使うかっていうと多分あんま使わないんだよね。そうだね。なんかとのちゃんとした時にどうなっちゃうか分かんない映画の具はちょっと使う勇気ないよね。だからほんと落書きの良さですね。本当に楽しいってだけの絵でした。ありがとうございました。ありがとうございました。またいろんな画材探してまいります。探してまいります。新しい画材の森をアンロックした。